皆さんこんにちは。シャドーバースプロデューサーの木村です。いつもシャドーバースを遊んでいただきありがとうございます。シャドーバースネクスト2019、こちらの配信ではサイゲームスからの配信中のスマートフォン PC で遊べるデジタルカードバトルシャドーバースに関する2019年の新展開を3つのポイントに分けてお届けいたします。昨年のシャドーバースネクストでは新クラスネメシスの追加、フォーマット、ローテーション、アンリミテッドへの細分化という内容を発表いたしました。そして2018年は優勝賞金100万ドルの世界大会シャドーバースワールドグランプリ2018を開催し e スポーツシーンを盛り上げてまいりました。2019年はさらなる飛躍を遂げていきたいと考えています。今回お届けする中には展望、開発段階のものもございますが、皆様により魅力的なサービスをお届けするために邁進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速最初のネクストに参りましょう。ネクスト。一つ目のネクストは e スポーツイベントです。シャドーバースではオフライン、オンラインを含めてさまざまな規模の大会が行われています。2018年に開催した大会には世界各地で多くのプレイヤーの皆様にご参加いただきました。その中でも優勝賞金100万ドルの世界大会シャドーバースワールドグランプリ2018では世界各地から集まった24名の選手たちが白熱したバトルを繰り広げてくれました。そして大会終了後に2019年のワールドグランプリの開催と優勝賞金100万ドルについて発表させていただきました。本日はその続報と世界各地で行われる予選大会について発表いたします。まずシャドーバースワールドグランプリ2019は2019年12月に実施を予定しております。日程、開催地に関する詳細については後日発表いたします。次に大会フォーマットについてお知らせいたします。Day1 のフォーマットについては後日発表をいたします。グランドファイナルズについてはローテーション BO5 で実施いたします。詳細は後日発表いたしますので続報をお待ちください。また大会の実施方式に関しましてはワールドグランプリ2018と同様に Day1 をスイスドロー方式で実施し、ベスト8が翌日開催されるグランドファイナルズに進出、そしてグランドファイナルズはシングルエリミネーション方式で実施し世界王者を決定いたします。次にワールドグランプリ2019の出場権を得ることのできる世界各地の大会を発表いたします。まずはこちらをご覧ください。ワールドグランプリ2019ではこれらの世界各地の大会で勝ち抜いた選手に出場権が与えられます。ワイルドカードの詳細は後日改めて発表いたしますが、なるべく多くの皆様に参加いただけるようにしたいと思っておりますので続報をお待ちください。次にワールドグランプリ2019の出場権を獲得できる大会の年間ロードマップについて発表いたします。こちらをご覧ください。このようにさまざまな地域での大会が予定されており、年間を通じてワールドグランプリにつながる大会に挑戦することができます。皆様からの積極的なエントリーをお待ちしております。各大会の詳細については後日発表いたしますので、こちらも続報をお待ちください。ご覧いただいたロードマップの中でも近日開催される大会の詳細を発表いたします。まずは1月よりエントリーが開始するレイジシャドーバース2019スプリングについてです。すでに発表させていただいております通り、レイジシャドーバース2019スプリングはご覧のスケジュールで実施をいたします。この大会の優勝者と準優勝者がワールドグランプリ2019への出場権を手にすることができます。レイジの詳細については近日オープン予定のレイジシャドーバース2019スプリングの特設サイトをご覧ください。さらに今後レイジは日本地域以外の皆様も出場可能になる予定です。世界各地のプレイヤーの皆様もこれからのレイジの大会情報にぜひご注目ください。そしてレイジ以外にも2019年初頭にスタートする大会がございます。こちらをご覧ください。これらの大会の詳しいエントリー方法やフォーマットについては各大会公式サイトにてご確認ください。ワールドグランプリ2019の出場、そして優勝賞金100万ドルの獲得を目指して皆様ぜひふるってご参加ください。
また今後開催されるシャドーバースの大会情報をプレイヤーの皆様により分かりやすくお伝えするために、シャドーバース公式大会と世界各地域の大会情報についてまとめたポータルサイトを本日プレオープンいたしました。こちらのサイトは近日中にグランドオープンをいたしまして、各種大会情報やエントリー方法についてご確認いただくことができるようになります。今後世界中の大会情報を随時掲載していく予定ですので、ぜひ活用ください。2019年も引き続き e スポーツ大会を盛り上げてまいります。ぜひ多くの方にご参加いただき、2018年以上に熱いバトルが繰り広げられることを期待しております。ワールドグランプリの他にも2019年のシャドーバースでは e スポーツイベントを積極的に開催いたします。主な国内大会の開催予定はこのようになっております。先日サイゲームスフェス2018で発表しましたシャドーバース初の大学生大会、シャドーバースユニバーシティリーグについて詳細を発表いたします。2019年4月に本格始動するシャドーバースユニバーシティリーグは5人1チームの勝ち抜き戦で実施をいたします。年間賞金総額は500万円を予定しています。1年を約3ヶ月ごとの4シーズンに区切り、シーズンごとにシーズンチャンピオンを決める決勝大会を実施します。予選はオンラインで実施、決勝大会はオフラインでの実施を予定しており、配信も行う予定です。さらに4シーズン終了後には年間チャンピオンを決めるチャンピオンシップトーナメントも実施いたします。ぜひご自身の学校のご友人、仲間を集めて大学ナンバーワンを目指してください。1月にはお伝えしておりました通り、プレリーグを実施いたします。参加には大会公式サイトにてサークル登録が必要になりますので、興味のある方はエントリーをお願いいたします。4月の本リーグ開幕をお待ちください。さらに JCG シャドーバースオープンでは賞金100万円大会の開催を予定しております。定期的に1週間にわたるオンライン大会を実施し、優勝者に賞金100万円が贈られます。フォーマットはローテーション、アンリミテッド、2ピックのすべてで実施いたします。賞金100万円大会は2019年内にスタート予定です。オンライン大会も引き続き盛り上げていきますので、ぜひご参加ください。優勝賞金100万ドルをかけたワールドグランプリ2019のようなトッププレイヤー向けの大会だけでなく、さまざまなプレイヤーが参加できる大会を2019年も引き続き開催してまいります。皆様のご参加をお待ちしております。続いてのネクストはこちらです。ネクスト。2つ目のネクストはゲーム新要素です。2019年のシャドーバースで実装を予定している新要素をお届けいたします。まずはこちら、新ストーリーの追加になります。メインストーリーにおきまして、ギルド騒乱編の続編として機械反乱編の追加を予定しております。こちらをご覧ください。アイアロンと呼ばれる機械の世界を舞台に新たなストーリーが展開されます。今流れている BGM は新ストーリーで使用されるテーマになります。新ストーリーが追加された際には BGM にも耳を傾けてみてください。ここで機械反乱編のストーリーに登場する新キャラクターをご紹介いたします。まずはこちら、ベルホメットです。アイアロンの支配者である彼が一行の倒すべき敵となります。そんなベルホメットに反逆するのが心を持つ機械テトラになります。一行は彼女の導きのもとアイアロンへ足を踏み入れます。この2キャラクターが機械反乱編の中心人物となります。カード化が発表されたギルド騒乱編のキャラクターたちのように彼らもカード化されるのでしょうか。新ストーリー機械反乱編は2019年3月頃追加予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。次に特殊フォーマットグランプリについてお話しします。先日終了しましたウィンターカップ2018ですが、お楽しみいただけましたでしょうか。ウィンターカップ2018では
オールスター2ピックでのグランプリでしたが、2019年3月頃には別の特殊フォーマットグランプリの開催を予定しております。皆さんに楽しんでいただけるよう、2019年も定期的にこのようなグランプリを行う予定です。さらにアリーナに2ピックに続く新フォーマットを追加する予定です。購入したカードパックをその場で開封して、出たカードで即席のデッキを作ってバトルします。ゲームを始めたばかりでカード資産が少なく、構築戦をするのは大変だという方に特におすすめです。この新フォーマットにはさらに楽しんでいただける機能を準備していますので、続報をお待ちください。こちらは2019年夏頃の実装予定です。続いてご紹介するのはゲーム内コミュニケーション機能になります。こちらはプレイヤー同士がコミュニティグループを作り、ゲーム内で同じコミュニティ内のプレイヤーとコミュニケーションを取ることができる機能を予定しています。画面のイメージはこちらです。まだ開発中のものになりますが、この機能によりプレイヤー同士のシャドーバースに関するコミュニケーションがゲーム内でより気軽に行えるようになります。こちらも2019年夏頃の実装を予定しています。プレイヤー同士でカードの情報やデッキの構築、バトル時のプレイングなどに関するコミュニケーションが活性化することで、よりハイレベルな対戦が生まれることを期待しています。そして第11弾カードパックアルタースフィア次元歪曲は2018年12月27日からの提供を予定しています。今回追加される新たなカードもぜひお楽しみにお待ちください。次のネクストはこちらです。ネクスト。3つ目のネクストはコラボレーションです。先日サイゲームスフェス2018においてフェイトステイナイトヘブンズヒルやマナリアフレンズとのコラボレーションについて発表いたしました。さまざまな方にお楽しみいただくことを目指して2019年もシャドーバースと他のコンテンツとのコラボレーションを積極的に実施していきます。本日ご紹介するコラボレーションはこちらです。プリンセスコネクトリダイブです。プリンセスコネクトリダイブはサイゲームスから提供しているタイトルで、総勢50名以上のヒロインと豪華声優陣、70万字以上にも及ぶ膨大なシナリオ、物語を彩る美麗なアニメシーンなどが特徴のアニメ RPG です。コラボ内容としましては、プリンセスコネクトリダイブに登場するキャラクターのリーダースキンやカード、エンブレム、称号などの実装を予定しています。詳細は後日改めて発表いたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。さらに本日はもう一つ新たなコラボレーションを発表いたします。人気アニメワンパンマンです。ワンパンマンとのコラボレーション企画は現在まさに進めている最中です。こちらも詳細は後日発表いたしますのでご期待ください。この他にも2019年のシャドーバースはさまざまなジャンルのコンテンツとのコラボレーションを予定しています。皆様に発表できる日を楽しみにしております。シャドーバースネクスト2019、3つのネクストをご紹介しましたが、いかがでしたか？ご紹介した内容は全体のほんの一部になりますが、シャドーバースの2019年の展開にご期待いただければ何よりです。それでは最後にもう一度、本日ご紹介しました3つのネクストを振り返っていきたいと思います。1つ目は e スポーツイベントのネクストです。開催が決定したワールドグランプリ2019と世界各地で行われる予選大会についてご紹介しました。興味を持たれた方はポータルサイトをご活用いただき、各大会へのエントリーをお待ちしております。その他にもさまざまな大会を開催予定ですので、ぜひご注目ください。2つ目はゲーム新要素のネクストです。2019年春頃を予定している新ストーリー機械反乱編にご期待いただきたいと思います。そして新たなグランプリや新たなアリーナのフォーマットに関する展望も発表させていただきました。その他にも
2019年夏頃に実装予定のゲーム内コミュニケーション機能も紹介いたしました。2019年に追加される新たなゲーム要素にもご期待ください。3つ目はコラボレーションの NEXT です。シャドーバースと他のコンテンツとのコラボレーションを積極的に行っていきます。本日紹介した作品以外にも様々なコラボレーション企画を予定しています。お楽しみにお待ちください。シャドーバースに関する次なる新展開をお届けするシャドーバース NEXT 2019は以上になります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。これからのシャドーバースにもどうぞご期待ください。引き続きよろしくお願いいたします。シャドーバースプロデューサー木村優斗でした。